はい。梅原さんはじめまして。いつも楽しく拝見させていただいています。6の、体験版プレイした上で、それぞれのシステムを評価するという動画が面白くて、何度も見てしまいます。そこであれから1年経った今、スト6のシステム周り全部を再評価するというのはいかがでしょうか。最先端のプロ攻略を経て2年目は各システムに対して見解が変わったのか、今後伸ばせそうなシステムなどあるのかをお聞きしたいです。これからも最前線で走り続ける馬野さんを応援しています。うん。確かにね、1年経ちましたしね。あと、新システム 起き上がりの D リバみたいなね。D リバね。あったりとかね。前回何ついましたっけね。5段階評価してたやつだよね。いやー、正直若干変化はあるよね。まず投げからどうぞ。前は4点だった。投げが4点。投げが4点か。まあ、それに関しては変わんないかな。4点。別に悪くないんじゃないって思うけど、まあ、だからただ柔道がどうなのかっていう問題よね。柔道をどう捉えるかって。まあ、結局でもね、なんか、俺、柔道全く否定してないんですよ。つうのは、結局まあ、格ゲーなんて画面端行ったら、だいたい柔道で終わるんで、柔道みたいなもので終わるんで、別にそれはしょうがないなっていうか、まあ、早く死ぬか遅く死ぬかだけの違いだなみたいな、ぐらいの認識なんだけど、ただね、やっぱちょっと、運びすぎなキャラがいて、まあ、前剣使ってた人間が言うのもあれなんだけど、てか、剣使ってた時から思ってたんだけど、運びすぎね、ちょっとコンボがね。だからなんか、この過程で画面端はちょっとなんか、あまりに刹那的すぎないかみたいなのは結構感じたりすることはあるかな。だから、なんかもっと画面を広くするとか、逆に。運びたいんだったらね。コンボで運ばしたいんだったら、もっと画面を広くするか、そうすれば柔道になることがあんまりないじゃん。そう。まあ、ラシードとかもね、絶対走っちゃうみたいな感じじゃん。まあ、絶対じゃないのかもしれないけど、ISA に絡むとね。とか、まあ、もしくは運びを全体的に抑えるとか、なんか、一回なんか噛み合って弾いて柔道で終わりましたっていう試合は、さすがにちょっと味気ないかなとは思うんだよ。だから投げのシステム自体は別にいいけど、柔道に至る経緯はもうちょっとなんかあってもいいのかなとか思うんだけど、まあでもそうするとガイルとか、ダルシムとか、受けが強いキャラ強くなりすぎちゃうのかなとかね。まあ難しいとこだよね。難しいとこだよね。なんで、まあでも、まあ投げは据え置きかな。4点かな。っていう気がする。で、D ゲージが 5？ はい。D ゲージが5ね。D ゲージが5。まあ D ゲージはやっぱり5でいいんじゃないですか。だって D ゲージがあるからみんなやってんじゃないのこのゲーム面白く。バランス、なんかその回復方法とか、あとなんかいろんなところにもうちょい調整を入れれる余地はあるかもしんないけど、でもまあいいんじゃない5を上げていいと思うけどね、ドライブゲージ自体はね。ただちょっとバーンと格差とかは、どうにかした方がいいのかなっていうか、思うけどね、バーンと中超強いキャラと、バーンとさせてもあんま意味ねえキャラと、逆に自分が、バーンとさせた時に超強いキャラと、バーンとさせたけどあんま強くないキャラと、バーンとした時に超弱くなるキャラと、バーンとしても結構強いキャラとかっていろいろあるから、そこ格差生まれてるから、もうちょいバーンとは強い弱い統一させてもいいのかなっていうか、気がする。けど、まあドライブゲージ自体は、5点じゃないですかね。と思うけどね、個人的にはね。で、パリーが3。パリーが3ですか。パリーが3。難しいとこだね。その前提として、例えばよくある話で、例えばホンダ
ホンダとかまともに対戦しようと思うとパリ必須じゃん。そう。で、まあ必須でもねえのかな、実は。実はなんかまあ、必須でもないような気もするんだけど、まあちょっとむずいのかな、パリがないと。でもジャスパーとかもあって、ちょっと3より今、低いかな。なんかパリ前提のゲームじゃなく、もうちょいパリがなくても成立するようなゲーム性の方がいいかなって個人的には思うかな。やっぱ1年やってみてね。ちょっとやっぱ有利不利のひっくり返り方が極端というか、ジャスパ取れたラウンドとそうじゃないラウンドの勝率の差えぐくて、でもそのジャスパ取れたのが結構運だったりするから、まあだいぶね、ジャスパ自体弱くなったけど、ちょっと、ジャスパ取られた。負けたとかってなると、まあどうなんだろうね。まあでもその運の要素がおもろいっていうか、カジュアルに遊ぶんだったらおもろいっていう部分があるから、難しいね。だから競技として捉えると、まあパリはもうちょっと、変えた方がいいのかなというのは正直思いますね。1年間プレイしてみて。ただまあ面白いんだけどね。自分がジャスパ取った時超気持ちいいしさ、面白いんだけど、どの視点で見るかだよね。遊びとして見るんだったら全然今のパリでいいと思うし、競技性もっと持たせるんだったら、まあちょっと変えた方がいいかなと、パリはね。とは思います。ここは難しい。でも正直、競技としてやってるし、今年は特にSFL も出るということで、まあ、あえて立場が変わったという上で言わせてもらうと、パリちょっと評価下がるっすかね。3から 2.5 とか、2とか、なんなら、になっちゃったかな、俺は。でもカジュアルにやるんだったら全然もう3とか。まあでも3の域出ないね。結局4にはなんないね。俺はやっぱあんまりどこまで行ってもそこまで好きなシステムではないけど、まあ4にはならないけど、まあでもカジュアルにやるのは3かなって感じかな。で、スタンが5ですか。スタンが5はね、ちょっと変わるかな。もうちょいスタンの条件変えてもいいんじゃないかなとか。まあなんか前も言ったけど、バーンとした時点でスタンとか、画面端だったのね。とか、なんか、レンガでスタンとかもあってもいいんじゃないかなとかね。もうちょいスタンっていうか、その橋のバーンアウトにペナルティ持たせてもいいんじゃないかなっていうか、じゃないと結局柔道で倒す以外のプランがないよねっていう、橋で柔道するのが一番効率いいよねってなっちゃってるから、スタンはもうちょっと、狙ってできてもいいんじゃないって、どこまで行っても運だし、モダン相手にはもうほぼ相手のミス以外では起きない現象になってるから、まあ、スタンはちょっと、5じゃないね。どうだろう。4から、4、まあ気持ちいいけどね、4、3.5。もうちょい面白くできると思う。スタン絡みは。まあこれ個人的な意見ですけどね。個人的な意見で4から 3.5 ってとこですかね。3.5 から4って感じですか。もうちょいいろんな幅があっていいかなっていうか、なんかそこでモダンとクラシックの格差が極端に生まれてるのとかもよくわかんないし、っていう感じかな。で、SA が5。SA が5は、2の格差をもうちょっと埋めれたら5かな。5っつうか。現状だと、ちょっとやっぱ2の差がえぐいね。思うから、そうね。まあ、4かな。体験版の時点ではそこまでの SA2 の格差ってなかったからね。今考えると2差ありすぎかなっていうか、まあちょっと SA はもうちょいの工夫できるかなっていうか。まあ合気の SA2 はちなみに恵まれてる方なんで、全然不満はないんですけどね。他のキャラ使うとやっぱ2の格差結構あるかなっていう気がします。で、インパクトは逆に評価上がって、どうだろ
2じゃないね。3から 3.5 ぐらいあるかも。面白い。思ってたより面白いシステムというか、アクセントになるなと思う。別に端でインパクトとかじゃなくてね。端のインパクトは逆になんかあんまり通らなくなってきてるなと思うけど、立ち回りでの、ある特定の技に対してのインパクトとかはすっげえ面白いなっていうか、3とか、なんなら4ぐらいあってもいいかもなっていうか、インパクトおもろいねっていう感じはする。ただちょっとハイリスクハイリターンすぎるかなっていうのが引っかかるから、やっぱ3ぐらいかな。でも2ではなくなったね。思ってたよりインパクトは奥が深かった。面白いなと思ってる。で、D リバーは3。D リバーは、3は変わらず3というのは強くしすぎないでねっていう、気持ちがあるから、3は3なんだけど、起き上がり D リバーちょっと空気すぎるかもね。逆にあれ入ったことで、なんか D リバー 2.5 ぐらいになった。なんかせっかくつけたシステムなのに使ってる人少なくねっていう意味でね。あれはもうちょっと考えてもいいかもね。ちょっとやっぱ、出現頻度低すぎる気はする。でも、3か 2.5 っていうか、感じかな。はい。で、ラッシュ 4.5。これはね、生ラッシュに関しては、評価5ですね。これは体験版の時にはなかった感想。生ラッシュに関しては評価5。逆にドライブラッシュに関しては、評価3とかになっちゃってるから。なんか、上振れ下振れがすごいなって思ってる。だからジャスパと似たような理由で、キャンセルラッシュ、当たる当たんないのさ、えぐくねっていうか、だからね、ちょっと、生ラッシュは5で評価上がってて、逆にドライブ、キャンセルラッシュはちょっとちょっとここが大味になっちゃってるかなーっていう気がする。なんでトータル4かな。トータル4って感じですかね。だからちょっと 0.5 評価下がった。で、モダンが3。この国内のスト6の盛り上がりを考えるとモダン5なんですけど、間違いなくね。ただ競技シーンであんまり活躍できてない。立川大先生が活躍してますけども、基本的にあんまりまだ活躍できてないんで、これはおそらく開発者の意図するとこじゃないと思うんですよね。って考えると、やっぱり3なのかなっていうか、これでモダンがわらわらと活躍し始めたら、もう開発者の思惑通りじゃないですか。なんで、ちょっと、3かなっていうか、盛り上がりにめちゃくちゃ貢献してるなっていうのでは5なんだけど、競技であんま活躍できてないよねっていうところで3かな。これこの BO5 って。バーンアウト5ってことか。バーンアウト5。バーンアウトっていうシステムがいいよねってこと。バーンアウト自体はいいけど、バーンアウトという現象はいいけど、もうちょっと格差をなくそうとか、は思うかな。だから現状のバーンアウト、こんだけキャラが増えて、要するにさ、竜対ルークの時のバーンアウトとかかなり良かったんよね、正直。かなり良かったんだ、体験版。でもこんだけキャラ増えてきて、バーンアウトはかなりキャラ差が出てるなと思うから、現状は4ですかね。1評価下がりましたね。で、考えると体験版ってかなり満足度高かったんだなっていうか、ですかね。で、はい。で、技強度が1。技強度がなくなったということに対する評価が1。これはでも同じかな。なんでなくしたんだろうね。技強度あった方が良くない？講座でピチピチ立ち回りやってんのって俺あれどうなのかなって未だに思ってるんだけど。これはやっぱり1だな、これ。技強度なんであんのって謎です、未だに。意図を聞きたいなっていうか、思ってますね、未だに。いいや。はい。で、パニカン5。パニカン5はパニカン5かな。いいシステムだと思う。ただ、もうちょい、差し替えされる、っていうか強い技はきちんと差し替えせるようには作ってほしい。もっと暗い判定残してほしい。正直。そこの格差が、納得があんまりやっぱできなくて、なんでこの技は差し替えせるのに、この技差し替えせないんだろうっていうところの説明が、してもらわないと理解できないっていうか、ただ単にこの技強えじゃんとか、があるから、もっとパニカンを狙えるようなゲーム性にしてほしいなって。立ち回りでね。
思うから、パニカン自体はもうめちゃくちゃいいと思う。5だけど、ちょっと技ごとに差あるよねっていうか、感じですかね。うん。で、削りがないのが2っていう評価。これは、まあ、やっぱ2かな。やっぱ変わらずだね。削りはやっぱある程度あった方がいいかなと思うな。やっぱ試合が動かない時間が結構できちゃうからね。パリでリーゲージは回復していっていいけど、ダメージは入るとかね。あっていいんじゃないかなと思うな、削りは。また、お前玉キャラ使ってるからじゃねえやって言われちゃうかもしんないけど、結局その残念が今さ、無双してるのとかっていうのもやっぱ削りがないからだと思うしね。あれで削りあったら結構違うと思うからね。で、フリフレ多いが2。フリフレ多いが2。ゲームとしてほとんどの技がフリフレに作ってますよっていうのが2っていう評価。まあ、これはまあ、でも、なんか、どうなんだろうね。難しいね。でもフリフレが多いから結局キャンセルラッシュでなんか固めてみたいなことになるわけで、どうなんだろうな。まあ個人的な好みで言うと、もう少し地上の技とかでアドバンテージを取っていきたいなという、まあ好みね。俺の好みはあるけどね。だから俺はやっぱ2かな。俺の個人的な評価では2。まあでもこれは好みがあると思うわ。柔道は4。柔道は4。まあ14。まあこれはだから、柔道の過程がね、体験版だと竜とかね、結構端に行くまで大変だった。まあ柔道の過程があったんで4って感じですかね。って感じかな。なんで、まあ全体的には評価が上がった部分で言うと、インパクトと生ラッシュっすかね。で、ちょっとまあいろんなキャラ増えてきて、やっぱり気になり始めたなっていうところが、パリと、まあスタンと、キャンセルラッシュと、バーンアウトあたりかな。そこら辺はちょっと、気になるかなって感じかな。あと削りか。削りもそうだね。いろんなキャラが出てきて、やっぱり削りはある程度あってもいいんじゃないかなという気がするけど。まあでもこんだけキャラ増えた割には、そこまで大きな評価の差になってないんだから、まあよく作ってるなと思うわ。って感じかな。ね。でもまあ、よく作ってるなと思うし、バランスもいいと思います。